まあだから岡田とかにもね、はい、それこそ青木がさ、はい、よくお前ら考えろって言ってさ、だから俺は青木にもずっとお前も考えろ、考えろって言ったら、でもずっと多分お前も下の子に多分言うと思うんだよね。そうですね、もうそれこそ本当に今 DDT の、まあ全日本にいた時の子らもそうですけど、どっちかというとまあ全日本にいた時の若手の子たちは、まあそれこそ秋山さんから直接、まあ僕ほどじゃないと思うんですけど、まあある程度、そういう教えはあったんで、まああいつらもあいつらなりにどういうことをしなきゃいけないかって分かってたんですけど、やっぱ DDT 来て、全くゼロに近いじゃないですかそういうことが、まあもちろん DDT にあることが僕に、逆に我々にないのもあると思うんですけど、だからやっぱ僕その全日本プロレスいて、ましてや秋山さんのとこいたところで、やっぱなんだろう、すごい人とやっぱ違うところでプロレスできてたんだなってすごい思ったのと、やっぱそれが DDT に来てすごいさらに生きてきたというか、本当にだから感謝の一言なんですけど。いやいや、この前やった上野君の試合なんかもね、いやよく考えてたなと思うね。今見ててね、まあほら普通の一般の方がさ、ね、ファンの人が見る感覚と俺らが見る感覚が違うじゃない。だから見てたらよく考えてんなっていうのはね、見えてね。もうだからあれで、もうあなたに言うことが俺ね、ずっとまあうるさいの。お前も分かってるよ。俺はうるさいのよ。結構ね、細かいこともうるさいのよ。だけどね、ある時から俺ポーンって言わなくなると思うの。ジェイクもそうだったし、青柳とかもそうだったし、それはね、俺の中でもういけるっていうね、彼らもうほっといてもいけるっていう、もうあとは自分でやるっていう俺のなんかあんのよ、基準が。それをもうお前もそれやったのよ。まあもちろんそばにいるから、これからも細かいことはね、いやこう方がいいんじゃないかっていうのは言っていくだろうけど、俺の中でもうあれでお前は大人になった感じ。ありがとうございます。だから、まああとはもう自分で考えていけるだろうなっていう、それをもうあの試合でよく考えた、もうあとはいけるっていう感じだね。なんかそれで言うと、まあ本当近いところで言うと、この間浅草大会あったじゃないですか。であそこでまあ純粋に多分本当に僕と秋山さんがタッグ組むっていうのがあんまりほとんどなくて、まあそれこそ6人タッグで、まあそれでも多分 2,3 回ですよね、 DDT で。もうそれこそ全日本いた時から考えると多分 2,3 年秋山さんと試合することがあっても、組むことがもうほとんどなかった。まあだけどそれでも僕は秋山さんにこうどうしたらいいですかとか、そういろんな教えを聞きに行ったりとかしてましたけど、で僕はもう秋山さんがどういうタッグする時にまあシングルもそうなんですけど、どういうことを常に考えようとしてるかとか僕は分かってるから、とにかくコーナー、まあこれ付き人あるあるだと思うんですけど、とにかく秋山コーナー攻めてようが攻められてようが秋山さんをしっかり見とけというのが自分の中であって、指示がやっぱりいろいろ来て、それをとにかく忠実に聞いて、でその中で自分の考えてることを出していくと。僕と秋山さんがいわゆるなんですかね、こう連携技じゃないお互いのあうんの呼吸というか、まあ指示もありながらっていうやりながら、岡谷選手がめちゃめちゃテンパってたっていうのがいやまあね、あれはもうしょうがない。まあ岡谷君まだあれ1年ぐらいかい。そうですね。1年ぐらいだから、まあ余計にまあでもね、そのうち組んでたら分かってくるんだけど、まあ組むね、回数がさやっぱり少ないって少ないからね。だからまあ岡谷君は岡谷君でそれをまた考えていかないといけないよね。ちょうどだから僕岡谷選手とこの間いてお話してたんですけど、浅草大会の、秋山さんに、まあ大体みんな秋山さんに、大丈夫でしたかとかどうでしたかっていうのを聞きに行くんですけど、まあ秋山さんもやっぱ全日本にいた時とちょっとやり方を変えてるというか、それこそ人の家に、今回は秋山さん来させてもらってると、全日本の時はまあ自分の家にみんなが来てもらってっていうのがあったけど、今度は自分がその逆の立場になったから、やっぱり自分が何でもかんでもじゃないということをおっしゃってる中で、岡谷選手とかこれどうでしたかって言った時も、まあでもやっぱ全日本にいた時の秋山さんに比べてあれでいいからもうちょっとこうしてぐらいに感じた時に、僕がそれを見てると、やっぱ僕がナチュラルにこう全日本にいた付き人をやってた時と教えるこの熱量っていうのがやっぱちょっと違うと思って、それは熱量がないとかじゃないんですけど、で僕が岡谷選手に言ったのが、多分そうやって言ったとしてもどんどん聞きに行った方がいいと、もう本当に秋山さんに例えばそこの場面はいいって言われたとしても、例えば自分が疑問に思ったプロレスの場面だったり、ここはこうした方がいいんですかとかいうことは、もう
絶対に秋山さん聞きに行った方がいいと。でそれを絶対に断る人じゃないからもうとか聞いてプロレスの本当もうなんだろうもう盗めるだけ盗みに行った方がいいと、もう盗めるもんじゃないしっていうの言ってるともう盗ませへんでまあ性格のね、はい、違いもあるだろうしね、はい、もうね多分熱量のね、はい、違いっていうので言えばね、はい、そのまあ、人の家に来てるというまあまあそれも多少あるけど、はい、まあ、それより年がちょっとなるほどやっぱりねとにかく前はさ、はい、これじゃないといけないっていうのがあったのよ、俺の中で、はい、いやお前らこれじゃないとあかんやろっていうのがあって、まあお前も多分ね岡田が来た時も多分俺まだそれぐらいあったのよね、だけどそれがだんだんさなくなってきて、あまりこう自分のそのなんていうのかね考えをさ、押し付けてやんのもまあまあかわいそうだなっていうのがあんねだから、DD 的に余計にまあまあこういうことあれもあるからまあもうちょっとゆっくりやってもいいかなっていうね、なるほどでね分からないっていうのがあるんでやっぱり多分ちょっとあんまりこれ言っても分からないだろうなっていうのが余計あるからね、だから余計にこうちょっともうちょっと岡谷君で言えばもうちょっと年月というかさ、経ってからちょっと言ったら分かるかなっていう感じかな、って言ってる間にちょっと目的地近辺に到着しました、もうすぐかね。そうですね、ちょっとどっか適当な駐車場をということで、目的地に到着しました。到着しました。じゃあちょっとここからは、降りて行きますか。行こうと思います。じゃあちょっと一回切ります。